こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、極めて控えめにブランチマイニングして、そしてメサで赤砂をかき集めてきたところまでです。1時間半も掘ることが極めて控えめなのね。まだ、断固として控えめという上のレベルの表現を残しているので、表現は適切かと思います。ともかくようやく3種類のハーフブロックの材料が揃いました。アイテム整理が終わったら建築作業にかかります。さて、丸石を材料とする建築材が順調に増えてきています。今更だけどかまどやドロッパーは建築材と言えるのかしら。そこに疑問を抱いてはいけません。で、嬉しい誤算がありました。丸石を使う建築材は非常に数が多く、一覧にするとこんな感じです。下の5つ以外は建築済みね。で、ピラミッドが伸びたおかげで、今や必要な建築材の数は最大でも15スタックほどなんです。そこで下の5つを各15スタックずつにするために必要な丸石数を勘定してみたら、あと約21,400個という数字になりました。対して手持ちの丸石は1箱、2箱、3箱、4箱、5箱、6箱、と少々あり、全部で約21,500個ありました。つまり、現時点で必要な丸石の数を集めきったのね。はい。つまりは丸石ポイポイ捨てられる、快適ブランチマイニング生活がついに解禁されました。結果として、前回のブランチマイニングを極めて控えめで止めておいてよかったです。知らずに欲を出してもう少し掘り続けていたら、無駄に丸石を集め続けるところでした。さて早速建築を。41層目はジャングルの木材ハーフブロックです。その後の建築計画はこんな感じで、ジャングルの原木より上はまだ決めていません。かまどとドロッパーにすればいいじゃない。多分シフトをしつつ建築しないとならなくなるので迷ってます。で、ハーフブロックは高速積み込みできないんですよね。何気にしんどい作業です。まあ、面倒そうだったので先に済ませておきたかったわけで。ところでふと見ると、村の左右からピラミッドがそびえ立ち始めている雰囲気になっています。勘の良い村人が、将来村がピラミッドで覆われそうだと気づいて焦り始める頃合いです。その前にそろそろ村が全滅してないかしら。ちなみに砂岩トンネルですが、今はあんなに小さくなってしまいました。こじんまりとしてしまったわね。さてあとこの建築中に、ピラミッド周辺の仮設置チェストのうち、南西のチェストが撤去し終わりました。残りのチェストは3箱だけです。地味に減らしてきたわね。よー、さすがにびっくりします。とっさに剣くらい構えなさいよ。無理です。しばし放心状態です。さて作業開始から25分ほどで、41層目が完成です。普段より建築作業が長引いたので直ちにラバたちの元に向かいましたが、心配する必要はなかったようで、逃げていませんでした。もういい加減信じてあげなさいよ。反省します。さて、お次はレンガハーフブロックで、とても建築材らしい建築材です。ピラミッドなら砂岩の方が建築材っぽいけどね。で、地図上では今までになく真っ赤です。さすがレンガね。先ほど撤去完了した仮設置チェストはあの場所で、砂漠に入ったところの仮設置チェストもこれで撤去完了です。あとは拠点近くのチェスト2つを残すのみね。さてこれで42層になりました。次の層に進みます。で、その前に、43層目を積んだらすぐにジャングルに向かうので、サトウキビを取り足しておきます。前の遠征で足りなくなりかけたものね。あとここで、最後に残った拠点すぐ近くの仮設置チェストを撤去してしまいます。と思ったら、2往復目で力尽きました。残りは後回しです。なんでたった2分で力尽きるのよ。
さて次が赤い砂岩ハーフブロック。これを積み終わったら建築の進捗が 45.6% になります。もう少しで半分ね。で、3層連続作業でハーフブロック慣れしてきて、建築スピードは上がってきていますが、ここに来てこの3層では初のミスです。慣れた時が危ないのよね。あれ、回収し損ねた？うおー、焦った。今ハーフブロックがジャンプなしで登れてしまうことを忘れて操作してました。まあその後は無難に作業し終わり、43層目まで完成です。これで当分ハーフブロックとはおさらばです。ネザー水晶などはずっと上の方に積むのね。で、拠点への戻りがけに仮設置テストの撤去作業が全部完了。ピラミッド周辺がスッキリして気分もスッキリです。これで安心して無駄に遠征時間を費やせるわね。さて拠点に戻って早々アイテム整理にかかり始めたところですが、ちらっとラバが逃げてたわよ。プレイ後に収録データ見てびっくりです。プレイ中の私はこの時ラバを信頼しきっていました。そして30秒後、ここでやっとラバを目視して異変に気づいて大慌てです。ここはリードの回収が先。切れてから5分で消えてしまいます。ロバを繋いでから近寄ってみたら、このラバ、どうやってこの隙間を飛び越えたのでしょうか。案外体が大きいから落ちにくいみたいね。それにしても、もう逃げないと信じていたのに。さっき疑ったから逃げたのよ。果たしてその説を信じていいのでしょうか。さて、43個の正方形の集合体です。ここまで、立方体換算では49000個の建築材が使われています。ハーフブロックは2枚ずつ積んでいることを考慮すると、63000個ほどです。で、再びジャングルへ。ついでに南の遠征の後半も終わらせてしまいます。メガタイガを見つけてしまうとは言わないのね。多分見つかる気がするので、多分見つからないでしょう。経験則ではそんな感じよね。さて、南の遠征後半戦に出発です。なおジャングルで入手するアイテムは、ジャングルの原木20スタック、葉っぱを6スタック、カカオを1スタックです。それだけでエンダーチェストがいっぱいになるわね。なので、今回の遠征では粘土はあまり集められません。15分で地図2枚分南にやってきました。ここから、前回新調した効率強化法の斧が大活躍します。そういえば作っていたわね。さてジャングルの木こりですが、安全優先で階段掘りしています。ツルをよじ登って上から一気に木こる方が多分早いですが、こんなところで死ぬと後が大変です。で、葉っぱの回収はめちゃくちゃ楽です。作業開始10分ほどで葉っぱ6スタックは揃ってしまいました。すでに拠点に9スタックあるのよね。さて次にカカオですが、ガラスと羊を染めるのに使います。茶色の型焼き粘土は確かメサに自然生成されるはずなんです。1スタック集めると言っていたわね。足りるかしら。色付き系はどの辺りに積むかをおよそ決めているんです。茶色は予定では130層目前後です。さて次々に木こりしているところでちょっとやばいです。時計見るの忘れていました。暗くなってきているわね。今の防具のエンチャントには飛び道具耐性くらいしかなくて、クリーパー2体で死ねるんです。さらに、ジャングルの神殿見つけてしまいました。まずいです。どうまずいのよ。間違いなくインベントリ欄が圧迫されます。確かこの辺だったかな。なぜ矢が飛ぶ音が。つまりこれは、罠の探知成功ということですね。つまり左右を間違えたのね。で、今なんで水が引いたんですか？神殿だからでしょ。さて、粘着ピストンは建築材なので義務で持ち帰るとして。まあこのくらいならなんとか持てそうです。問題はもう一つの宝箱で、絶対矢に当たりたくないんです。
飛び道具耐性の防具があるし痛くないわよ。精神ダメージは大きいですよ。経験あります。で、慎重に罠を回避して、魚ダイヤの馬鎧か。結局、ゾンビ肉と骨、粘着ピストンとディスペンサー、ダイヤの馬鎧とエメラルドで6箇所のインベントリが圧迫されました。さて、トータル50分ほどの作業でジャングルの木こり作業完了です。そこそこかかったわね。それにしても、アイテムぎっしりが辛いです。意地でもゾンビ肉は捨てないのね。捨てるのは最後の手段で、最後の手段は最後まで取っておくものなんです。さて、ジャングル出発して2分で松の木発見。早速メガタイガのお出ましかと期待してしまいます。しかし、残念ながらあったのはカボチャバイオームでした。一つ二つならまだしも、ここまで大群だと回収せざるを得ません。何か代わりに捨てないと。先ほど乗ってきた船がちょうどよく大破しました。で、地図31枚目は不発で、32枚目に入ります。その32枚目に少し入ったところで、インベントリを見た瞬間に船が大破したようです。よそ見運転は危ないものね。でもなぜ大破したか謎なんですけど。まあこんなこともあろうかと、水蓮の葉は保持していました。さて、32枚目を走り抜けて、白紙の地図で、地図33枚目を作ったところで今回はここまでです。やっぱりメガタイガは出てこなかったわね。まだ南の遠征が終わったわけではないです。さて次回は拠点に戻ってジャングルの葉と原木を積む予定です。その後は、まあ、控えめにしようかと。では次回も頑張っていきます。やるなら断固として控えめにしなさいよね。それではまたね。バイバイ。